今日は鶏肉のトマト煮込みを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、鶏肉のトマト煮込みを作っていきたいと思います。今回のトマト煮込みなんですが、炊飯器で手軽に作っていきたいと思います。炊飯器の中に具材を入れて炊飯するだけなので、ほったらかしで簡単に作ることができます。さらにですね、鶏肉の食感もホロホロに仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、玉ねぎ、しめじ、こちらの3つの具材を使って作っていきます。鶏肉に関しましては今回もも肉を使用していきます。こちらお好みの部位で作っていただいて大丈夫です。そしてその他の具材は玉ねぎとしめじ、こちらの2種類でとてもシンプルな仕上がりにしていきます。お好みでブロッコリーや人参などを入れていただいても OK です。具材はお好みで入れてみてください。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。トマトの缶詰、お水、お酒、顆粒コンソメ、味噌、おろしにんにく、蜂蜜、オリーブオイル、ローリエ、パセリ、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずトマトの缶詰に関してなんですが、今回ホールトマト缶を使っていきます。カットタイプでも大丈夫なんですけれども、ホールトマトの方が旨味が強いのでホールトマトを使用してます。もしねホールトマトがあればそちらを使ってみてください。そして今回の隠し味はお味噌と蜂蜜です。味噌を加えていただくとですね、コクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ただこちらのお味噌に関しましては使うタイミングにポイントがありますので、後ほどご紹介していきます。そして蜂蜜ですね。この蜂蜜を加えていただくことで味わい深いトマト煮込みに仕上がります。もしね蜂蜜がダメな場合はお砂糖で代用してください。こちらお好みですが小さじ1から2杯くらい入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね鶏肉を切っていきます。切る前にですね簡単に下処理をしていきます。こういったね余分な筋だったり、あとはですね余分な油、余分な皮がある場合は取り除いてください。気になる部分だけで大丈夫です。はい、OK です。このようにね下処理してください。そしたらですねお肉を一口大に切っていきます。切る時なんですけれども、このように広げてみると真ん中にね少し境目があります。この境目をまず切りましょう。このね小さめの方に関しましてはちょっとね筋筋しい部分になります。弾力があるイメージですね。そして大きい方は肉々しい部分になります。それぞれね食感がちょっと変わるので切り分けていただくと歯切れが良い仕上がりになります。あとはねこちらを一口大の大きさに切っていきます。はい、このようにお肉を切ってください。そしたらね塩コショウで軽く下味をつけます。全体につけましょう。はい、お肉の準備はこれで OK です。このまま下味をつけておいてください。それでは続いてお野菜を切っていきます。まずはじめにきのこですね。こちら根元部分を切り落とします。あとはですね手でほぐしておきましょう。はい、しめじの準備はこれで OK です。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはねスライスしていきます。芯はね切り落としてください。玉ねぎは 5mm ぐらいの幅で切っていただくといいかなと思います。玉ねぎはこれで OK です。それではね今回は炊飯器でね炊き込んでいきたいと思います。今回使う炊飯器は3合炊きになります。もしね5合炊きを作る場合は倍量で作ってみてください。まずはじめにですねトマトの缶詰を入れてください。そしてこのねトマトを潰します。こんな感じで潰してください。そしたら続いてここにおろしにんにくを入れます。そしてよく混ぜてください。塊にならないようにねきちんと混ぜてください。加えたらここに顆粒のコンソメ、そしてお酒、この2つを入れてよく混ぜます。
はい、そして続いて蜂蜜ですね。こちらも加えます。そしてよく混ぜましょう。蜂蜜もね、いろんな種類があると思うんですが、香りに癖のないね、蜂蜜がおすすめです。このように入れたら続いてここにお水を加えてください。そしてよく混ぜます。そしてあとはね、塩コショウ軽く振ります。そしてよく混ぜます。このね、隠し味のお味噌に関しましては、一緒に炊飯してしまうとお味噌の風味が損なわれてしまって隠し味にならなくなってしまいますので、こちらは出来上がった後ね、最後仕上げで使っていきたいと思います。ちなみにね、今回使っているお味噌は合わせ味噌になります。合わせ味噌はね、だしなども入っているのでおすすめです。そしたらですね、この中にまずお肉を入れます。続いてきのこですね。そして玉ねぎをのせてください。全部入れたらですね、上からオリーブオイルを回しかけます。軽くね、押さえつけてください。玉ねぎ全体もね、トマトに浸しましょう。そしたら最後ですね、ローリエを加えます。はい、これで OK です。それではですね、こちらをこのまま通常炊飯していきます。はい、炊飯が終わりました。蓋を開けます。じゃじゃーん。このようにね、美味しそうな仕上がりになってます。炊飯器の種類によってはですね、この汁がなくなるまで炊飯を続けてしまう炊飯器もあります。なので1時間ぐらいしたら蓋を開けて中の様子をチェックして、まだ水分量が多い場合は炊飯し続けてください。こちらもですね、トータルで70分炊飯してます。では最後仕上げですね。こちらお味噌を加えていきます。直接入れるとね、ダマになるので、汁をですね、このお味噌で溶いてから加えます。このように溶いてください。はい、こんな感じで溶きます。そしたらこの中に加えてください。そして最後こちらを混ぜます。はい、 OK です。あとはですね、味見をして味の濃さはお好みで調整してください。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで鶏肉のトマト煮込みの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、とても濃厚で美味しそうに仕上がってます。さらにですね、鶏肉もすっごくホロホロで柔らかい仕上がりになってます。このようにお箸でね、すぐホロッとほぐれるぐらいのね、柔らかさに仕上がってます。これで完成です。では早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がホロホロですごく美味しいです。噛んだ瞬間にお肉がホロホロっとほどける感じです。美味しい。そしてこのね、最後に入れた味噌と蜂蜜でね、すごく味わい深い仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏肉のトマト煮込みのポイントです。まずですね、鶏肉なんですが、今回もも肉を使ってます。こちらはお好みの部位の鶏肉を使っていただいて OK です。そして具材に関しましても、今回ね、しめじと玉ねぎでとてもシンプルなんですけれども、その他にブロッコリーとか、あとは人参など入れていただいても美味しいと思います。お好みで入れてみてください。そして鶏肉に関しましては、こちらは一番初めに下味をつけておいてください。切り方もですね、今回ね、食感ごとに切り分けてるんですけれども、ぜひこちらもやってみてください。そしてトマトの缶詰についてなんですが、今回ホールタイプを使用してます。カットタイプでも大丈夫なんですが、ホールタイプの方が旨味がギュッと詰まってますので、ホールタイプがあったらぜひね、そちらを選んでみてください。あとはですね、炊飯器の釜に材料を加えて炊飯するだけなのですごく簡単です。ただ一つですね、注意していただきたいのが、炊飯器の種類によって最初に表示されている炊飯時間よりも長く炊飯する炊飯器もあります。なので60分ぐらい過ぎたら一度様子を見て、お好みのね、煮込み具合になるまで炊飯してみてください。ずっとね、そのまま放置してると水分が完全になくなってしまいますので、必ずね、60分過ぎたら様子を見るようにしてください。そして仕上がったら最後にお味噌を加えてください。味噌はですね、一緒に煮込むとね、味噌の香りが飛んでしまいますので、一番最後に加えて仕上げるようにしてください。加える時もですね、そのまま入れるとダマになると思いますので、必ずこのトマト煮込みの汁で溶いてから加えて混ぜるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏肉のトマト煮込みを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。
そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。